皆さん、こんにちは。日々ジャパニーズポッドキャストへようこそ。今日も一緒に日本語でお話ししましょう。今日のテーマは睡眠です。皆さんは毎日よく眠れていますか？今朝、目が覚めた時の気分はどうだったでしょうか？体が軽くてすぐにベッドから出て動き出せるような感じがしましたか？それともまだ眠くて体が重くて起きるのがとても辛いと感じましたか？仕事が忙しかったり、夜に自分の趣味の時間が欲しかったりして、睡眠時間を削っている人も多いかもしれません。あと1時間だけこの本を読もう。あと少しだけ頑張ってこの作業を終わらせよう。そう考えてついつい夜更かしをしてしまうことは誰にでもあることだと思います。でも睡眠はただ体を休めるためだけのものではありません。仕事の効率を上げたり、新しいアイデアを思いついたり、心を穏やかに保つためにも、睡眠はとても大切です。睡眠が足りないと、どんなに頑張っても、本来の力を十分に出すことができなくなってしまいます。今日は、睡眠を大切にしていなかった私の2人の友人のエピソードや、睡眠が私たちの体にどのような良い効果を与えてくれるのかについて、できるだけわかりやすくお話しします。そして私が実際に自分の体で試してみた自分にとって一番良い睡眠時間を知るための方法についても説明します。最後は寝る前に使える日本語のフレーズも紹介します。最後までゆっくりリラックスして聞いてください。私の周りには以前は睡眠をあまり大切にしていなかった友人が2人います。彼らがどのような生活を送り、どのような失敗や問題が起きてしまったのか、具体的にお話しします。一人目の友人は IT 業界で働く男性です。彼は毎日朝から深夜までとても熱心に働いていました。彼の考え方は、寝る時間を短くすればそれだけ多くの仕事ができるというものでした。一日には24時間しかないのだから、寝る時間はもったいない。5時間くらい寝れば、体は動くから大丈夫だ。彼はいつもそう言っていました。そして、自分の体力を信じて、毎日5時間ほどの睡眠で仕事を続けていました。しかし、そのような生活を数ヶ月続けていると、少しずつ体に変化が現れ始めました。まず、午後の大切な会議の最中に強い眠気に襲われるようになりました。座っているのがやっとだと感じる日もありました。さらに、普段なら絶対にしないような数字の入力ミスをしたり、大切な書類の提出を忘れたりと、小さいミスが目立つようになりました。そして一番彼を悩ませたのは、感情をうまくコントロールできなくなったことです。普段は優しい性格なのに、少しのことでイライラしてしまい、チームのメンバーにきつい言い方をしてしまうことが増えました。その結果、職場での人間関係も
少しずつ悪くなってしまいました。二人目の友人は広告会社で働く女性です。彼女は寝る直前までスマートフォンを手放せない習慣がありました。ベッドに入って部屋を暗くしてからも、ソーシャルメディアの投稿をチェックしたり、好きな動画を見たりしていました。そのため、夜遅くになっても脳が興奮した状態が続いていました。寝る時間も毎日バラバラでした。夜中の2時に寝る日もあれば、朝の4時近くまで起きている日もありました。彼女の場合、まず朝、会社に行くために起きるのがとても苦痛になりました。会社に着いても頭がすっきりせず、ぼんやりしている感覚が続きました。集中力がなかなか続かず、仕事にしっかり取り組めなくなりました。大好きだった仕事に対しても、だんだんやる気が出なくなってしまいました。さらに、肌の調子も悪くなり、鏡を見るたびに気持ちが落ち込みました。それがまたストレスになり、悪い流れが続いていました。この二人は、ある日、ようやく気づきました。睡眠を削って時間を増やしても、結局は仕事の質も人生の質も下がってしまうということに。それからは睡眠を生活の中で一番大切なものとして考えるようになりました。なぜ睡眠はそれほどまでに大切なのでしょうか。ただ目を閉じているだけの時間に見えるかもしれませんが、その時間に私たちの体の中ではとても大事なことが起きています。睡眠には大きく分けて3つの重要な役割があります。1つ目の効果は体の修復と回復です。私たちが深く眠っているとき、体の中では様々なホルモンが活発に働いています。そのホルモンがその日の活動で溜まった疲れを取り、傷ついた細胞を修復しています。つまり、睡眠は明日を元気に迎えるための体のメンテナンス時間なのです。しっかり寝ないと体の中の修理が終わらないまま次の日を迎えることになってしまいます。二つ目の効果は情報の整理と記憶の定着です。私たちは毎日起きている時にたくさんの情報を頭の中に入れています。寝ている時に脳はそれらの情報を整理し、必要なものを選び、記憶としてしっかり定着させます。何か新しいスキルを身につけようとしている時や、難しい問題を解決したい時こそ、実はしっかり寝ることが一番の近道になります。寝ることも自分が成長するための大切なプロセスの一部なのです。三つ目の効果は心の安定です。睡眠が足りないと感情をコントロールする脳の働きが弱くなります。その結果、普段なら気にならない小さなことでも不安になったり、強いストレスを感じやすくなります。しっかり眠ることで脳の中のネガティブな感情が整理され、心が穏やかになります。一晩寝たら、あんなに悩んでいたことが嘘のようにすっきりして前向きになれた。そんな経験はありませんか？それは寝ている時に脳があなたの心をしっかり整えてくれた証拠です。それでは自分にとって理想的な睡眠時間はどうやって見つければよいのでしょうか？よく大人は毎日7時間から8時間の睡眠が必要だと言われます。しかし最適な時間は
人によって驚くほど違います。そこで私や私の友人が実際に試して効果があった目覚まし時計を使わない実験についてお話しします。私は以前毎日だいたい6時間ほど寝ていましたが、日中に急に眠気を感じることがよくありました。そこで自分に本当に必要な時間を知るために、1週間のまとまった休みを利用して自分の体で実験をしました。やり方はとてもシンプルです。まず、毎晩必ず11時にはベッドに入ると決めました。そして、スマートフォンなどの目覚まし時計を一切セットせずに眠りました。朝の光を感じて自然に起きられるようにカーテンを少しだけ開けておきました。最初の2日間はなんと朝の8時過ぎまで9時間以上も眠り続けました。それまで自分でも気づかないうちに溜まっていた疲れが一気に出ていたのだと思います。3日目、4日目と進むうちに少しずつ自然に目が覚める時間が早くなっていきました。そして実験の5日目以降、私は毎朝6時30分に目覚まし時計がなくても自然に目が覚めるようになりました。夜の11時に寝て朝の6時30分に起きる。つまり私にとって最適な睡眠時間は7時間30分であるということがはっきりとわかりました。自分に合った時間だけしっかり眠るようになってから日中のパフォーマンスが大きく変わりました。午後に頭がぼんやりすることもなくなり、夕方まで高い集中力を保てるようになったのです。皆さんも次の長い休みや朝の時間を気にしなくていい連休などにぜひこの実験を試してみてください。自分の体が本当に必要としている睡眠時間を知ることは、その後の人生の質を大きく変えるきっかけになります。次に、今夜からすぐに生活に取り入れることができる睡眠の質を良くするための習慣を5つ紹介します。どれも簡単ですが、続けることで大きな効果が現れます。1つ目は、寝る2時間前にはスマートフォンやパソコンを見ないことです。これらの画面から出る強い光は脳に今は昼間だと勘違いさせてしまい、眠気を弱くしてしまいます。その結果、脳が覚醒した状態になり、寝つきが悪くなります。寝る前はデジタル機器をできるだけ遠ざけて、本を読んだり、ゆったりとした音楽を聴いたりして過ごしましょう。二つ目は、部屋の照明を調整することです。寝る1時間前には、部屋のメインの電気を消して、間接照明などの柔らかい光に切り替えましょう。白くて強い光ではなく、オレンジ色の暖かい色の照明を使うのが効果的です。周囲を暗くすることが自然な眠気を生み出すスイッチになります。3つ目は、入浴のタイミングを考えることです。理想は寝る90分前にお風呂から上がることです。お風呂に入ると体温が上がります。そしてその体温がゆっくり下がるときに人は自然と眠くなります。この体温の変化をうまく利用しましょう。4つ目はカフェインを摂る時間を決めることです。午後2時以降はコーヒーや紅茶、緑茶などを飲まないようにしましょう。カフェインの影響は自分が思っているより長く体の中に残ります。夕方以降に喉が渇いたときは水や
カフェインが入っていない飲み物を選びましょう。例えば、ハーブティーなどがおすすめです。5つ目は、朝起きたらすぐに太陽の光を浴びることです。カーテンを開けてしっかりと光を浴びましょう。体内時計がリセットされます。このリセットから約15時間から16時間後に自然な眠気がやってくると言われています。良い眠りは実はその日の朝から始まっているのです。いかがでしたか？睡眠は単なる休息の時間ではありません。明日をより良い一日にするための自分への前向きな投資です。睡眠を整えることで仕事の成果も趣味の時間も毎日の生活も少しずつ良い方向へ変わっていきます。まずは今夜、いつもより少しだけ早くスマートフォンの電源を切ってゆっくりと眠る準備をしてみてください。最後に寝る前に使える日本語の挨拶を紹介します。基本はおやすみなさいです。家族や親しい友人には短くおやすみと言います。相手にしっかり体を休めてほしいときは、ゆっくり休んでください。よく休んでねと伝えます。そして明日に向けて、また明日よろしくお願いします。また明日ねと言って今日という一日を静かに終えます。とてもよく使うフレーズなので練習してみてくださいね。それでは今日のポッドキャストはここまでです。皆さんが今夜ぐっすり眠れて素晴らしい明日を迎えられることを願っています。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。